杯。とびきり美味しいしみ。いや、美味しいっすね。なんかビール飲みながら私がダラダラ話していく動画なんですけど、一緒に飲めたら面白いんじゃないですか。それ任せますけど。はい、ひろゆきさんこんにちは。お宅の幸せって一体何でしょうか。最近若干わからなくなりました。切実なのでお願いします。これって難しいですよね。幸せってやっぱり人それぞれだから、これ質問してくれた方は何考えてるんだろう。なんか推しが生きてるだけで幸せっていう人もいれば、会いに行って触れ合えてこそ幸せって人も多分いると思うんですよ。最近って新型コロナウイルスの影響で推しと会えなくなってるじゃないですか。だから質問してくれた方は後者なのかな、わかんないですけど、でも前者かもしれないですけど、やっぱりね、この新型コロナウイルスがいけないですよね。もしこれがなかったら、生きてるのを見るだけで幸せっていう人も、会って触れ合えてこそ幸せって思う人、どっちも幸せになるじゃないですか。新型コロナウイルスとにかく早く収まってほしい。あとやっぱりね、こちら側というかやってる側としては、会えなくても推してくれてる人の存在を忘れないし、早く会えるようになりたいなってずっと思ってるので、なんか会えないからとか不安にならないでほしいじゃないですか。会えなくても好きだと思いますよ。もし宝くじで3億当たったらどのように使えますか。適当に8割ぐらいインデックスファンドにぶち込んどけばいいんじゃないですか。あと現実的なのは不動産運営、資産運用っていうんですか、そういうのをやったらいいんじゃないですか。私だったらインデックスファンド8割ぶち込んで、残ったお金でマンションなり買って不動産運用、不動産運営、資産運用しますけどね。高校生18歳童貞です。ひろゆきさんの DVD いつもお世話になってます。ひろゆきさんとおせっせするにはどうしたらいいですか。ちょっとやめてもらっていいですか。私ひろゆきなんで、ただいまひろとは別人なんで、ちょっとやめてもらってもいいですか。ただいまひろさんとおせっせしたいんだったら出会うしかないんじゃないですか。どうやってかわからないですけど、結構ひろさんいるみたいですよ。あそこに行ってみたらいいと思いますよ。ひろゆきさん、気になる異性を落とす必殺技とかありますか。やっぱりこうやってお酒飲んでキュルルンってすることですかね。あとはその人がやってる趣味だったりとか音楽だったりとかを聞いて、共通の話を増やして一緒にいて楽しいなって思ってもらえるようにする。で最後はキュルルンってするとかですかね。ひろゆきさんこんばんは。朝起きて男になったら最初に何しますか。これね、なんで聞くんですか。変わるに決まってますよね。なんかありましたよね。君の名はっていう映画で男女が入れ替わってるって。あれお互いなんか自分の性器触ってましたよね。男の方はおっらみたいに言って、女の方はなみたいな、そういう映画じゃないですか。やっぱみんなそうなんだなって思いましたね。違うっていう意見は受け付けません。生きていくためにどちらかできなくなる。どちらを諦めますか。一生できない、一生できない。これって難しいですよね。どっちか選ぶこともできますけど、の中の
とかも一括りにしたらだけど、その中にが入ってるってこれに含まれるんですかね。セックスの中のの中のどっちかできなくなったとしても大まかに区切ってしまえばその中の一部だからできるっていう、自分だったら一生できない方がマシなのかもしれないですけど、セックスの中のだったらできるから、これはね一生できない選びますね。ひろゆきさんにとって生きるとはセックスは何ですか？ Sex is the life。 ちょっと英語の意味わからないですけど、多分そんな感じ。意味わかる人いますか？ひろゆきさんこんにちは。早漏で悩んでいます。まひろさんの考える、早漏の治療方法を教えてください。私は好きですけどね。なんで治したいですか？それってもしかしてパートナーの人がちょっと早すぎて嫌だって言ったりとかですか？それとも自分的にもうちょっとセックスを楽しみたいみたいな。そしたら例えば痛い環境でセックスするってのどうですか？例えばトイレの床だったりとか、お風呂の中とかタイルになってて正常位しててちょっと膝が痛いみたいな、痛くて集中できないみたいな状況になれば行きたくても行けない気がするから、それって改善方法になるんじゃないですか？でも早漏でもいいっていう人はいると思うんで、そんな気にすることじゃないと思いますけどね。ひろゆきさんは地球最後の日に何をして過ごしますか？とりあえず、普通に過ごしますね。最後の日って思いたくないから普通に過ごして、やっぱ普通に終えたいかな。せっかくだったらちょっとピンポンダッシュするとか、知り合いに非通知で電話かけまくるとか、ハスコラを送りまくるとか、ちょっと嫌がらせしてみたい気持ちもあるんですけど、そういうのを抑え込んで普通に過ごしますね。しないですよ。そういうしてみたいって理想を抱くのは個人の自由じゃないですか。でも実際にしないから、本当だったらね、ハスコラ送りまくったりしたいですよ。ひろゆきさんこんにちは。ひろゆきさんの思う結婚についてのメリットとデメリットを教えてほしいです。これね、言葉では何とでも言えるじゃないですか。その結婚することで、やっぱ法律的に相手がパートナーが自分のものになるから、浮気とかも許されないし、いろいろあると思うんですけど、やっぱり実際にしてみないと分かんないことだと思うんですよ。メリットデメリットって口では全然言えないと思うので、まずもし挙げるとしたらメリットは気軽に結婚してるから別に子供を作っても、問題ない家庭は問題ないじゃないですか。もし子供は望まないって時は良くないけど、気にせずすることができるっていう面では結婚においての一番のメリットだと思います。逆にデメリットとしては、他の人になできる。もし他の人を妊娠させてしまった、万が一ですけどさせちゃったら大変じゃないですか。それって大きなデメリットですよね。だから結婚のメリットデメリットを挙げるとしたら、メリットは奥さんに遠慮なくができる。デメリットはそれ以外、奥さん以外の人にをして妊娠させてしまったら大変だよねってことじゃないですか。知らないですけど、はい、じゃあ今日はこんな感じで終わります。ありがとうございました。